漢字が難しすぎて覚えられないと感じたことはありませんか？でも大丈夫です。この動画では1000個の漢字を簡単に覚える方法を紹介します。この動画を見たら1ヶ月で1000個の漢字を覚えられると思えるはずです。一緒に勉強しましょう。皆さん、こんにちは。ニアンです。私は外国人で日本に長く住んで働いています。日本語を勉強するとき、一番大変だったのは漢字でした。漢字って何ですか？漢字は日本語の大事な文字です。日本語にはひらがなとカタカナもありますが、漢字を使うと意味がもっとわかりやすくなります。でも、漢字はとても難しいです。なぜなら、画数が多くて、読み方もたくさんあって、覚える漢字が何千個もあるからです。私も最初は無理だと思って勉強をやめたくなりました。はじめはたくさん漢字を書いて覚えようとしました。でもすぐに忘れてしまいました。教科書で勉強しても時間がかかるだけでなかなか上手になりませんでした。迷子になったみたいで新しい漢字を見るたびに難しいと思いました。でも諦めたくなかったです。だからもっといい勉強方法を探していろいろな方法を示しました。フラッシュカードや漢字のアプリを使います。漢字をエアストーリー、音とつなげて覚えます。すると漢字はそんなに難しくないと気づきました。大切なのは自分に合う勉強方法を見つけることです。こうして私は漢字を楽しく勉強できるようになりました。そして今、昔の私みたいに悩んでいる人を助けたいと思っています。正しい方法があれば誰でも漢字を覚えられます。言葉を勉強することはただ覚えるだけではなく、新しい世界を知ることです。私の経験が皆さんの日本語の勉強に役に立てば嬉しいです。漢字を賢く勉強しよう。難しいやり方じゃなくて簡単なやり方で。漢字は日本語の勉強の中でとても難しいところですが、大事なものでもあります。初めての人はたくさんの漢字を一つずつ覚えるのは大変と思うかもしれません。でも、ただ覚えるだけではいい勉強の仕方ではありません。では、もっと賢い勉強の仕方を見てみましょう。ひらがなとカタカナをまず覚えましょう。漢字を勉強する前に、ひらがなとカタカナをしっかり覚えましょう。ひらがなとカタカナは日本語の元になるものです。ひらがなとカタカナを知っていれば、簡単な文を読んだり、発音を理解したり、漢字の読み方を辞書で調べたりできます。ひらがなとカタカナを覚えていないと、漢字の勉強がもっと大変になります。ひらがなとカタカナを覚えるのは、それほど難しくありません。頑張って毎日練習すれば、1週間ぐらいで覚えることができます。ゆっくり勉強するなら、1ヶ月ぐらいかかるかもしれません。フラッシュカードを使ったり、簡単な言葉を読んだり、書く練習をしたりするといいでしょう。部首を使って漢字を覚えましょう。漢字は難しく見えますが、小さなパーツ、部首が集まってできています。これは、英語の単語がアルファベットからできているのと同じです。部首はいくつかの漢字の中にある小さいパーツのことです。たくさんの漢字には大事な部首が一つあります。その部首を知っていれば、漢字の意味や読み方を覚えやすくなります。214の部首を覚えれば、
たくさんの漢字の意味や書き方を推測できるようになりますよ。例えば、山水は水に関係する漢字によく使われます。火は火や熱に関係する漢字に使われます。草冠は植物に関係する漢字に使われます。武士を理解すると、漢字の学習は暗記ではなく、パズルのようになります。アプリを使って簡単に漢字を覚えましょう。どうして単語と一緒に漢字を勉強した方がいいですか？漢字にはいくつかの読み方があります。漢字の読み方は言葉によって違います。例えば、この漢字はいくつかの読み方があります。学生の生、誕生の生、生ビールの生。単語と一緒に勉強すると、すべての音読みと訓読みを覚えなくても、文の中でどの読み方を使うかを覚えやすくなります。漢字の意味は言葉によって違います。この漢字の例を見てみましょう。人生。人生の生は人の一生という意味です。生魚。生は生。まだ料理していないという意味です。生きる。生きは生きることを表します。実際の言葉で漢字を学ぶと、使い方による意味の変化がわかり、曖昧な辞書の意味を覚えようとして、間違えることを避けられます。最近、もち漢字 Learn Japanese というアプリを使って、簡単に漢字と単語を勉強できます。では、一緒にもち漢字アプリを体験しましょう。もちもち。これはもち漢字のコースです。JLPT N5 から N2 までの漢字と単語を含む8000以上の単語を学べます。IT や看護などの特別なコースもあります。レッスンは小さなトピックに分かれているので簡単に学べます。私。各レッスンには10から15までの単語や漢字が含まれており、わずか8から10分ぐらいで終わります。私。もち漢字の単語や漢字は、音声、画像、意味、漢字の書き方、例文がついたフラッシュカードの形式で設計されており、より早く記憶し、漢字単語を文脈の中で使えるようになります。知っている単語はスキップすることもできます。読む書く聞くの復習ゲームで漢字を覚えましょう。山。手帳。自信を持って漢字を使うためにスキルを上げましょう。ゴールデンタイム。漢字を学ぶのに最適な時間。この機能は感覚反復システムに基づいており、適切な復習タイミングを作ることで、学んだ知識を長期記憶に移す方法です。SRS と特別なアルゴリズムを使い、もち漢字が最適なタイミングで復習をお知らせします。ちょうどいいタイミングで復習することで、少ない努力で長く漢字を覚えられます。もちもち。もち漢字は単語と漢字を5つのレベルに分けて、学習の進み具合がわかりやすくなります。まだ覚えていない単語を簡単にチェックして復習しましょう。
持ち漢字には便利な辞書機能もあります。調べた単語をデジタルノートに追加して、後で復習できます。また、もちガーデンで毎日学習を続けましょう。学習を続けると、気が成長してモチベーションアップ。持ち漢字での漢字学習はこれまでになく簡単に、今すぐダウンロードして、今日から漢字をマスターしましょう。このアプリは Google Play、App Store、または公式サイトからダウンロードできます。詳しくは、下の説明欄のリンクをチェックしてください。イメージやストーリーで漢字を学びましょう。漢字を見ただけでは覚えにくいですか？私たちの脳は抽象的な記号よりもイメージをよく覚えます。だから漢字をイメージやストーリーとつなげるともっと覚えやすくなります。例えば、燃えている炎に見えませんか？気によりかかって休んでいる人の形ですよね。自分でイメージやストーリーを作ると漢字が難しい記号ではなくなります。漢字をが像や楽しい話で学びたいなら、持ち漢字アプリを使うのがおすすめです。アプリには漢字のセクションがあり、楽しい覚え方や単語も学べます。さらに N 語から N2 までの漢字を書きながら練習できます。毎日続けましょう。次に大切なのは続けることです。一番簡単で一番難しいことですね。もし週に5回だけ勉強したら前のレッスンの内容をほとんど忘れてしまいます。どんな学習方法を使っても続けなければ意味がありません。毎日続けることが大事です。持ち漢字なら毎日続けられるようにスマートリマインダーでサポートします。今日はやる気がないから明日やろうと思ったら、もち先生が怒りますよ。やるぞと決めたのにやらなかったら、それは嘘です。本当に日本語を話せるようになりたいなら、約束を守りましょう。どうしても時間がないときは、たった15分でもいいです。でも、毎日勉強する習慣は、絶対に壊さないでください。まとめ。漢字は難しくて覚えにくいと感じるかもしれません。でも、正しい学習方法を使えば簡単に覚えられます。部首を学ぶと意味や書き順がわかりやすくなります。イメージやストーリーを使うとすぐに記憶できます。感覚反復法で忘れにくくなります。学習を早めるためにフラッシュカード、アプリ、インタラクティブなエクササイズを使うのもおすすめです。初心者でもすでに勉強している人でも正しい方法を使えばいつか月で1000字を覚えることも可能です。今日から学習を始めて、漢字を楽しみながらマスターしましょう。